台風の進路、今回はいつもと読み方が違うわね。帰省先の天気だけ見てたら足りない感じ？そうなのだ。まず台風の風の広がりから見るのだ。今回は過去には少ないコースを通る見込みなのよ。中心が来る前から周りの天気も変わるじゃん。台風の中心だけ避ければ平気ではないのだ。そうね。風や雨の範囲が広いから油断できないわ。学校の窓を1枚だけ閉めて安心する感じじゃないよね。雨は東日本や東北で激しくなる恐れがあるのだ。風は最大瞬間風速35メートルの予想もあるわ。数字だけ見ると外に出る予定は考え直したいよね。キキクルって災害の危険度を地図で見る情報なのだ。雨が降ってからではなく早めに確認するものね。交通機関も止まるかもだし、予定変更は全然ありじゃん。みんなも今日の移動今のうちに見直してほしいのだ。私なら川や崖に近い予定は取りやめるわ。次は熊本地震の後、揺れが続いているニュースなのだ。発生から2週間でもまだ注意が必要なのね。地震の回数は減ってても安心しきれないじゃん。気象庁は今後1ヶ月ほど最大震度5弱程度以上に注意としているのだ。最大震度5弱は物につかまらないと危ない人もいる揺れよ。余震って減ってきたから終わりって単純じゃないんだね。今日未明にも熊本県内で震度3の地震があったのだ。揺れが続く中で暮らしを戻すのは大変だわ。どうして沿岸部では今の時期に浸水しやすいの？地盤が下がった地域で大潮の時期と重なるからなのだ。大潮は満潮と干潮の差が大きくなる時期ね。八代市周辺では海の水が入りやすい場所もあるんだ。地震だけじゃなく暑さにも気をつける必要があるのだ。復旧作業では休憩と水分、塩分をこまめにとってほしいわ。夜も体の水分は減るから着るだけ対策じゃ足りないよね。揺れと暑さどちらも続く前提で備えるのが大事なのだ。熊本の人たちが少しでも休める環境が必要ね。お次は避難生活をどう安全にするかのニュースなのだ。県内では6000人以上が今も避難しているよね。二次避難は避難所からホテルなどへ移ることよ。避難所での疲れを減らして災害関連死を防ぐ狙いなのだ。災害関連死は避難生活の負担などが原因の死亡を指すわ。地震が収まっても避難生活が長いと体力が削られるよね。二次避難の受け入れ先が決まったのは申し込みの 15% ほどなのだ。希望する地域に泊まれる場所が足りないのが難しいところね。家の片付けや仕事があるなら遠くへは移りにくいじゃん。断水で休業しているホテルもあり調整が進みにくいのだ。仮設住宅の建設も始まっているけれど完成まで時間がいるわ。その間に安心して過ごせる場所を増やすのが大事だよね。さらにおよそ3万戸で断水が続き解消は8月末の見通しなのだ。水が使えない状態で暑さをしのぐのは本当に厳しいわね。避難している人が何に困っているか細かく聞く必要があるじゃん。皆さんは避難生活で一番必要な支援は何だと思うのだ？私は住まいと水、それから十分な休息だと思うわ。声を届けることも支えになるし暗視も忘れないようにするね。地震って岩盤が急にずれて起きるって知ってた？地面が揺れる現象だけじゃないのね。地震学では岩石がずれる現象そのものを指すんだって。そのずれた場所が断層になるのだ。そうそう、地震の揺れは地震動って呼ばれてるよ。同じ断層が繰り返し地震を起こすこともあるのね。昔の日本書紀にも地震を表す言葉が出てくるんだよ。昔から揺れを記録してきた国なのね。台風と地震、今日は安全を先に考えたい話だったわね。概要欄にも防災情報のリンクがあるから見てみてね。役に立ったら高評価もよろしくなのだ。無理せず安全第一でまた次回見るのだ。